ねえ皆様、今は一刻も早くあの子たちをこの手にかけてこの土地を立ち去らねばなりません。ここでぐずぐずしていたら仇どもに捕らえられ、どのような浮き目に遭おうやもしれません。どの道定めは尽きたも同然。遅いよ。横のもうちょっと早く広がらないと。都の町へ行けば遠い古代の海から幾億幾万幾千の白い小舟が見える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 宮古島へ行けば青い海の底に幾億幾万幾千の光る金銀が見える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 津軽の里へ帰れば暗い空の裂け目から幾億幾万幾千の白い象の群れが見える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 飛騨の高山へ行けば流れる川の中に幾億幾万幾千の尊い人たちの血が見える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 僕の体へ帰れば遥か久遠の昔
幾万幾千と唱えた声が聞こえる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 僕の体へ帰れば遥か久遠の昔幾億幾万幾千と唱えた声が聞こえる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 いっそのことにあの忌々しい船があの岩と岩とが打ち合う海の難所で木っ端みじんに砕けてしまって地の果ての私どもの国に来ることがなければ冒険好きの男たちが私たちの国に来ることもなかったはず。あの男たちさえ来なければ私が自らの乳房で育て今は主としてお仕えするお気の毒な奥様も今のご主人を見初めて恋の炎に捕らえられ波騒ぐ海をはるばる愛しいご主人の国にまで従ってご主人のためにご両親を人もあろうに実の娘の姫君方に殺させご両親殺しのお中度となってこんな他国に住まわれることもなかったのです。でもそれはそれお中度とはいうもののこれでご夫婦の仲さえご円満ならこの上の幸せはあるまいものを。それなのに何としたこと今は昔とはこと変わりおむつまじいとは義理にも言えぬご主人は私のお気の毒な奥様を血を分けたお子たちともども打ち捨ててこの土地の殿様のお家と新たにご縁組みをなさろうとしていられるこの土地をお納めの殿様のお娘子である姫君様とのご婚儀を取り結ぼうとこのむごたらしいお仕打ちに奥様は身も世もあらず叫んでいられる。勝って二人して立てた誓いはどうなったのか。愛しい君のためにと身も心も捧げてきたその報いに何というひどい返報を受けることか。天なる神々方もご承覧あれと。瀬の君様の不実をお知りになってこの方涙の乾く暇もなく悲しみ痛みに身は細り召し上がり物もお喉を通されず床に打ち伏せて眼もお顔もお上げになることもない。時折青ざめたうなじを立てて何かをおっしゃると見れば懐かしいお父様懐かしい生まれ故郷生まれ育った家屋敷よと声を上げてお嘆きになるばかり。あまりにむごい運命に今は血を分けたお子たちをさえご覧になればお憎しみが湧くかしてお目にされるのもおいといのご様子。何かよからぬことをお考えになっているのでなければよいがきつく探しいご気性ですもの。あの方の誇りを傷つけてはどんなことが起きるやら推測もつきません。おやこういううちにもお子たちが毎日の決め事の駆け足を済まされて晩場から帰っていらっしゃる。お母様のお悩みなどまるで気づかず屈託のないご様子。まだいたいけないお年だもの。大人の悩みにご縁のないのも無理からぬことです。これは古くから奥様にお仕えしているアーヤ殿ではないか。どうしたわけでまたたった一人で門口に立っていられるのか。相手もなしに愚痴をこぼして。これはお子たちのお守りをなさるじいや殿ではございませんか。私がここにこうして立っておりますのは
奥様の不幸せを天地神明にお聞きいただくため。おいたわしや、奥様はまだお嘆きをおやめにならんのか。おやめになるどころか、お嘆きはまだ始まったばかり、半ばにも達していませんのに。なんと愚かな。そのお嘆きの災いよりさらに厳しい災いが待っているというのに。さらに厳しい災いとは一体何か、じいや殿、つまず明かしてくださいませんか。いや何、小耳に挟んだだけの話だ。通りすがりの泉のほとり、泉を囲んだ石の腰掛けに腰を下ろして時を過ごすこの土地の年寄りたちのひそひそとささやき合うのを聞くともなしに聞いたのだが、その話がまことなら、この土地の殿様はこのお子たちをお母君様もろとも国の外に所払いなさるおつもりという。このお子たちは所払い。そんなことがあってよいものか。第一、このお子たちのお父様が、私どものご主人様がそんなことを黙っておさせになるでしょうか。たとえお子たちのお母様とは夫婦仲がお悪いにしても、古い絵西が新しい絵西に勝てぬのはこの世の習い。ご主人のお気持ちももう新しいご縁組の方に移ってしまって、お子たちや奥様にお情けをかける余裕などありはしないのだ。ああ、かわいそうなお坊ちゃま方、お聞きになりましたか。現在実のお子に対してなんというひどいお父様。人間というものは誰しもそんなものだ。理にかなおうがかなうまいが身内より自分が可愛い。このお子たちが何より証拠。お父様のご縁結びのそのために今にも捨てられようとしているではないか。さあ、お坊ちゃま方、私どもがついて差し上げますから、安心してお家へお入りなさいまし。くれぐれもおっちゃま方をお気が立っていらっしゃるお母様へはお近づけにならないよう。それは恐ろしいお目つきでこのお子たちをご覧になっているんですもの。哀れな私、このどうしようもない苦しみ、いっそ死んでしまえたらどんなによいか。お聞きでしょう、お坊ちゃま方。あれ、あの通りお母様のお胸の内にはお憤りの炎が燃え盛っているのですよ。さあ、早くお入りなさいまし。でもお母様のおそばに近づいてお目に触れることのないよう気をおつけになるのですよ。さあ、早くお入りなさいまし。奥様のお胸の内に湧き起こる嘆きはさながら黒い雲のよう。ムランゴはやがて激しい怒りの稲妻となってほとばしるのは必定。誇り高くとどめを知らぬお心が手痛く痛めつけられた時、あの方は何をしでかされるか見当もつきません。
返すバーヤ様、あの方の嘆き続けてやむことのないその訳を私たちに教えてはくださいませんか。日頃親しくさせていただいている私だけです。お家の難儀をよそ様のことと喜ぶ心は持ち合わせません。お家とおっしゃいましたか。お家ならもうおしまいです。なくなってしまいました。ご主人はこの土地の殿様のお家とのご縁組にうつつなく、奥様はお部屋に一人こもりきりでやつれ果てるまでのお嘆きを。親しい人の言葉さえ慰めとなることはないのです。ああ、大空の親神様、大地の母神様、空を行く日輪の狼様、いっそこの私の頭が雷にでも打たれたらよい。こんな思いで生き続けたとてどうなるものか。この疎ましい息の世から逃れをおせて死んでしまえたらよいに。聞きましたか。天のお気の毒な奥様のお声、天の神、地の神、火の神よと訴えていられる。聞きましたか。あの恐ろしい死をの柄を超え、死はいつの日かやってくるもの、こちらから求めるものではないはずだろう。お怒りは鎮められませ。瀬の君の心は他の女性に向かおうとも、お裁きは神様にお任せなさいまして。お憎しみは置かれませ。憎しみのあまりに御身をいたぶりますが、決断は神様にお任せなさいまして。来ての女神様、また我が産砂の恐ろしい女神様、どなた様もご承覧あれ。この不運な私、あのようにも固く誓いちぎり交わした夫から何という裏切りを受けますことか。誓いを破った裏切り者は新床の花嫁ともども荻歌に湧く家ともどもに滅びるがよい。この土地のご婦人方、お聞きになりましたか。掟の女神様と地の女神様、大空の親神様を指しての呪いの言葉を。生中のことでは奥様のお憤りのほむらはやみそうにもありません。おいのそれはやめなしください。私どもの言葉にもお耳をお出しください。光の中へお出ましください。人と話せばお気持ちのいかほどかは張りましょうから。バハヤ様もお進めください。私どもはお味方なのを伝えてください。無理にでもお進めください。お家のうちで災いが起きないうちに。行ってみましょう。ただしおっしゃるようにここまでお連れできますかどうか。何はともあれ行ってまいりましょう。でもついおじけが先立つ。言葉でもかけようと近づこうものなら、さながら小口の目獅子のよう恐ろしいお顔をなさる奥様なのだから。聞きました。聞きましたわ。富士山ご主人のことを訴えるあの方の嘆きの声を、言われのない不運を承覧あれとお呼びになる神様は、大空の親神、掟の女神、産砂の地の女神様、地の果てというあの方のふるさとから暗い夜の後ろをついてこの土地に運ばれたのは、他ならぬこれらの神様方でありましょうから。この土地のご婦人の皆様方、
と外へ出てまいりましたわ。これまで皆様の前に出なかったことで、どうぞ私をお責めにならないでください。他の土地から流れてきた渡りの者は、その土地の人には従わねば生きてはまいれません。だからといって土地の人が渡りの者に辛くお渡りすぎなはどんなものか。ことにそのものが思いもかけぬ不運に見舞われておりますその最中には、今の私がちょうどそれ、これまで命とも頼んできた現在の夫が世にもひどい裏切り者だと分かったのですから、己が命に裏切られたのですから、今は生きていくことが味気なく、ただもう死にたいと思うばかりです。この世にありとあらゆるものの中で一番惨めなものは私ども女というもの。良い夫に会えるか、悪い人をつかむかな、女の幸せ不幸せの分かれ道。離別は女の身には外聞がよくありませんから、私ども女は一旦夫と決めたら一人の男を見つめて生きてゆかなければならないのです。殿方たちはよく言います。女は家の中で安穏な暮らし、男は槍を取って堅穏な戦の庭に出なければならないと。とんでもないこと。一度お産をするくらいなら三度戦の庭に出た方がはるかにましというものです。でも皆様方と私とではまるで立場が別でしたわね。皆様方にはこの土地が生まれ故郷、お知り合いもありお里もあり、引き換えて私はといえば故郷を遠く離れて一人ぼっち、異教から連れてこられたその上に連れてきた夫からさえ捨て去られ、こんな時に不幸せをかことうと頼りに思う親兄弟も縁者一人もないのです。頼みとするのは皆様方のご同情だけ。そのお情けにおすがりして一つだけお聞き届けいただきたいお願いがございます。裏切りへの仕返しの何か良い匠を私が思いつきました。その時には皆様方には一番にお明かしいたしますから、どうかお心の内に留めておいていただきたいのです。私でも女というものは臆病なもの、戦の役に立たぬはもちろん剣の光にさえ怯えますが、一旦夫婦の道を踏みにじられたその時には残忍の上にも残忍になれるものですゆえ、仰せの通りにいたしましょうと。これだけのお苦しみを与えのご主人です。おこらしめになるのは当然と存じますわ。おや、あれは私どもの殿様。何か新しいお取り決めをお知らせになろうとわざわざお自らお出ましなのでしょうか。おお、異国の女め、なんという恐ろしい顔つきだ。その恐ろしい顔を一層恐ろしくして怒るがよい。わしはわざわざここまで出向いてきたは他でもない。お前にこの土地の境の外への所払いを言い渡しに来たのだ。さあ今すぐ二人の子供も連れてどこへでも出て行け。猶予はならん。何もかもおしまい。お殿様、一体どういうわけで私を大いにならなければならないのですか。今さら隠し立てをしても始まらん。ありていに言おう。わしは気がかりなのだ。お前がわしの愛しい娘に何をしてかすかわからぬからな。聞くところによると
お前はこのわしと婿殿と花嫁とをこのままではおかぬと嘘吹いているというではないか。今ここで生中な慈悲を起こして後で大層な後悔を見るよりも今お前に憎まれても心払いをした方がなんぼましというものだ。ああ、またしてもこのような辛い受け目に遭うことか。お殿様、私のようなか弱い女に一体何ができましょうか。あなた様とても愛しい姫君をご意中の殿方に襲わせなさいましたにすみますまい。それは長年そった夫ですもの。憎くないと申せば嘘になります。けれどもそのことで人様のお家の中が幸せに運ぶのを妬むようでは、それこそ愚かな女と笑われましょうもの。殿様のたっといお家に置かせられましての結構なご縁組に何の否やがございましょう。この土地に住まわせていただく者としてむしろお喜びを申し上げたい。ただご承一生のお願いにはこのままここに住まうことだけはお許しくださいまし。おお、詰め込めと口答えも願い事も許される。少しも早く出てんせるのだ。ご承でございます。このお膝におすがりしてお願い申し上げます。幾たび願おうともならほど聞き届けるわけには参らん。ではどのようにお願いしても出て行けとおっしゃいますか。私の最後のたった一つのお願いさえ顧みてもくださらずに。お前たちの身の振り方よりもわしの家の行く末が大切なのだ。ああ、ふるさとよ、我が家よ。今となっては生まれた土地が親しい。わしとてもふるさとは大切だ。愛しい我が子の次にはな。女と生まれて何という不幸せ。なまじ人を愛しく思うことを習わなければよかった。人を愛して幸せになる女もある。要するに持って生まれた定めだ。大空の親神様、きっとお見逃し遊ばしますな。この災いのもとなす人、私の不実なあの人を。諦めの悪い女だ。とっとと出てみせるがよい。殿様、どうぞ慈悲を、どうぞお考え直しを。女め、まだ厄介をかけるのか。おっしゃる通り出てまいりはいたしましょう。所払いを許してくださいとは申しません。その手を離さんか。もたいなまねは許さんぞ。せめて今日一日、今日この日だけご猶予をくださいまし。どのようにしてまたどの土地へ立ち退いたものか、行く先子供たちをどうしたものか、考えをまとめるだけのいとまが欲しいのです。当然考えてくれなければならない父親が考えてくれないのですから、母親の私が考えてやらねばなりますが、どうかあの哀れな子供たちを不憫とおぼしめしてくださいまし。あなた様とても人の親なればお情けをお持ちいただきましょう。私自らの落ちゆく辛さはどうとでもなりましょう。ただあの不幸せな子供たちが不憫でならないのです。国を治める者がいらぬ情けのかけすぎからことをしくじった例は数ある。今とて何か起こりそうな不安はあるが、この願い聞かぬわけにも参るまい。よいか、よく聞くのだ。特別の配慮をもって今日一日だけは許して取らす。だが明日の朝の日輪がお前とお前の子供たちの姿をこの国境のうちに照らす出す時は死罪であると思い知れ。この言葉決して嘘偽りではない。そのことを心した上でとどまりたくば好きにせよ。ただし今日一日だけだ。今日一日だけならばわしの心に気がかりな何事も起こるまいゆえ。
界を出て一体どこへ行かれようとか、ただの御霊霊視もなくて、この不幸せ災いを避けるための土地、隠れ家を見つけることがおできでしょうか。それにしても神様、あなたもあなたを掴んで術もない災いの海の中に陥れられたことです。起きること起きること、何もかもが悪いことずくめ。そうでないとは申しますまい。けれどもまだ私の方がすっかり負けと決まったわけでもない。あちらとてこのままでは済みますものか。それにしても人でなしの割には間抜けなこと。このまますぐに追い立てば企みを封じることもできように、たって日の日の猶予をくれようとは。このひと日の猶予の間に父親と娘と裏切り者の夫との3人を残らず滅ぼしてやろうというのに。でも3人を地獄に送る送りようがありすぎて、ねえ皆様、どの手立てを選ぼうか迷ってしまうほどですのよ。花嫁花婿のむつり合う寝屋に火をつけてくれようか、それとも二度こ近く忍び寄って抱き合う2人の胸元深く鋭い刃を突き立ててやりましょうか。そうだ、最も手っ取り早いは毒薬。毒を盛ることは私ども女の最も得手とするところですもの。細工は流々。それで残らず葬り去って、さてどの土地が私を迎え入れてくれようか。人殺しの血に汚れたこの私にどんな人が安全な隠れ家を差し出してくれようか。そのような土地、そのような人などありはしない。あ、ではもう少し待ってみようか。けれども猶予は今日一日。先の目当てのないままに立ち退かねばならぬその時は、ママよ、捨てる命はもとよりか。この手づからに剣を取って憤る久をいやさらに奮い立たせ、三つの息の根を三つながらきっぱりと止めてやるといたしましょう。さあ、我が家の日という日の守り、夫婦の道の守護神であられるかまどの女神を、この私がどの御神よりも取り分けて深くお崇め申し上げるあなた様の女にかけて、あの者どもの誰一人として私の心を苦しめたまま無事息災に過ごさせましょうか。あの者どもが喜ぶ婚礼をきっとつなぐ悲しいものにしてみせます。新しい婚儀を結んでこの私をこの土地から追っ払おうとするその報いを骨身にしみて思い知らせてやりましょう。さあ、異教から来て捨てられた哀れな女よ。深く資料を巡らして考えられる限りの復讐の知恵を絞り出そう。さあ、恐ろしいことへとまっすぐに突き進もう。今こそ勇気を出さねばならぬ。あんな裏切り者の婚礼の席の物笑いの種などされてたまるものですか。一輪の狼の清い血を引く誇り高い家の娘のこの私がもとより腕に覚えはある。しかも女と生まれた身ではないか。良いことにかけては全くの力なし。けれども悪いことにかけて何をやらせてもこの上ない上手と呼ばれる。女と生まれたこの身ではないか。川の流れも方角を変えるという変わらぬものは何
何一つない世の中、その中でとりわけ変わりやすく頼りにならないのが男の心。神かけた固い誓いとていつ破られるか知れたものではない。女こそお前を受け世にたたえられるべきではないか。偽り多い男に変わりやすく頼みがたいは女ではなく男の心。男ならずとも私どもに歌いたいことは山ほどもある。恋の穂村の攻めの間に間に懐かしいふるさとのすでまた爪の岩と岩との打ち合う暇をくぐれ抜け見知らぬ異境を指してはるばるいらせ合った者を他人の土地に狩りつまいをして気物せな暮らしのその中で背の君様には裏切られさらにはまた落ちうどとしてさしらっていかねばならぬとは。誓いの誠はどこへ寄せたか。大空のあなたへか。いいえ、初めから誠などありは知らなかった。今はもうこの世界のどこにも愛を知ることはない。激しすぎるそなたの気性にはこれまでも散々手を焼いてきたものだ。こたびというこたびを改めて思い知らせたと。この俺を極悪人人否人と罵みわめくも構わが、しかしいやしくもこの土地のご領しがたへのあの言い草は俺へ違えば甚だしい。せいぜい所払いで済んだことをご領主の御慈悲とお礼を申さねばならぬところだ。それだというにそなたは愚かな心を変えご領主方に相も変わらぬ罵詈同音、そういうわけでの所払い誰を責めるわけにもいかない。だが俺は聞きた。身内に寄せる思いを抑えがたくこの通りやってきた。子供を連れての所払いは何かと孤独かともあろうかとそなたの上が案じられてな。そなたは俺を憎んでだがいかに憎まれようとそなたに悪意を抱くことなどこの俺にはできんのだ。なんと白々しい人否人中の人否人極悪人中の極悪人。よくも私の目の前に抜け抜けといらっしゃれたこと。ご自分一人が良い目を見るために身内の者を災いのどん底に突き落としておいて、しかもその生贄の前に涼しい顔をして出てこれるとは。あなたはそれを勇気とでもお思いかもしれぬが、とんでもないこと。人の胸の内に住む一番性悪な病、恥知らずというゴーダーです。でもいらっしゃったはこちらにとっては何よりの幸せ。思いのままにあなたのことを罵りわめけば、この胸の使いも少しは売りよし。恥知らずのあなたとてちっとは辛さをお覚えでしょうから。さあ、ことの起こりから繰り返しましょう。あの折あなたのお命をお救いしたのはどこの誰でしたかしら。
炎を吐く竹の大牛をくびきにつけ死の旗へ種をまけと使わされた時にお救いしたのは誰でしたかし。目指す黄金の羊の毛衣を守って戸へ旗へにとぐろを巻いて根津の番する賢いオロチを切り殺してあなたの前に救いの灯火を掲げたのはあれは一体誰でした。お父様も懐かしいふるさとも捨て恋の炎にあぶられるままにあなたのお後を追ったのは誰で、あなたの敵のご領主殿を娘子の姫君方に殺させてあなたのために恨みを晴らして差し上げたのはあれは一体誰でしたろう。もし私がお助けしなければ今のあなたはない。それほどまでに身を粉にしたこの私を塵秋田のように捨て去って別の女を家の妻の座にお据えになろうとは。それもあなたと私の間に子供がないのならともかく痛い怪我のが2人までもあるという神々かけて誓った金ごとは一体どこへ行ってしまったのか。立てた誓いをご自分でお破りのことぐらいいくら鉄面皮でもお忘れではなかろう。ああ、この右手を誓いのその都度あなたがお取りだったかと思うとこの右手が呪わしい。それにこの膝、不実な男がことあるごとにこの膝にすがりついたかと思うとこの膝が呪わしい。さあこの土地を追っ払われて一体どこへ行ったものか。あなたのために打ち捨てたそれのみか血のつながりの弟の首さえ跳ねてきた私の生まれ故郷へ帰ろうか。それとも私が心に匠んで姫君方に殺させたご領主の血の匂いのまだ消えやらぬあなたのお国へ帰ろうか。そうですとも私は自分の家からは兄弟殺しと呪われ恨みもないのに罪に落とした姫君方からは親の敵と狙われている。それもこれもみんなあなたのおためを思えばこそ。お優しいあなたはそのお礼にとこの私を人も羨むとびっきり幸せな女にしてくださったこと、あなたというお方は本当にご立派な本当に頼みがいのある夫ですわ。だって現在あなたを救ったその妻が我が子を知るべもなく追っ払われてゆくのですもの。おめでた続きの花婿様にはまたなく立派な評判となりましょうと。現在我が子とその妻とがあなた様のご婚儀のその日から物乞いをしてさすらおうというのですもの。ああ、大空の親神様、金銀の誠と偽りとを弁別する手立てをお恵みくださったあなた様が人間の嘘と誠とを見分ける印をくださらなかったとは恐れながら片手落ちではありますまいか。親しかった者同士が憎しみ合うとその憎しみのなんと癒しがたいこと。随分と言葉巧みにくるめたな。ならばこちらも上手に言い返さねばなるまい。そなたは死の者をあめき散らすがご領主との縁組は私利分別の挙句のこと慎みを忘れたわけではない。そなたや子供たちのことをないがしろにしているわけでもない。いや反対に良かれと思えばこそ間違いせい。考えてもみよ。どうしようもない難儀の数を引きずって他国に落ち延びてきた落人がその難儀から逃れるにはその土地のご領主と縁を結ぶ以上に良い知恵が浮かぶものか。そなたは大層立腹の様子だ。新しい花嫁にうつつを抜かして馴染みの不指導を嫌っているわけではない。いやさらに子供が欲しくてのことでもない。二人の間のことで十分そこなどとは思ってもいぬ。困窮から逃れて身分相応の暮らしがしたい。これが一番の理由なのだ。貧乏と聞けば親しい友も寄りつかぬが世の習い。子供たちをそういう目に遭わせたくはない。家柄相応に育てたいのだ。どうだ、俺の考えのどこがどう間違っていよう。
だが女という生き物は詰まるところは愚かなもの。ただ闇雲に夫婦の仲にこだわって、それにちょっと影でもさせばためになることさえ敵と憎んでしまうのだ。いっそ女だとこの世になくて、何か別の手立てから子供ができればよいのだ。もしそうなれば人間世界に災いという災いがなかろうもの。随分見事にお運びですことご主人様。ですがお理屈はお理屈。君にあるかは存じませんが、奥様を捨て遊ばず言い訳にはなりますまい。そんな理屈が通ると思い、あなたの不正なご縁組の本当の訳あいは、これから老いへと向かう矢先、地の果てから連れてきた女と想っているのが世間体が悪いと思うてのことでしょう。何と言えばわかるのだ。ご両親との縁組はそなたのため、子供たちのため、家を再興してやりたい一心からだ。わべばかり裕福でも情けない生き方は嫌。心の痛む見せかけの幸せなど誰が欲しいものですか。どうすればもっと利口になれるか教えてやろう。ためになることを辛いことだと思わぬこと、幸せを不幸せと勘違いせぬことだ。でも言葉をお並べなさいましな。安楽な逃げ場所をお持ちのあなたですもの。私は頼り人もなく所払いに追われる。とにも我から招いたこと、誰を責めるわけにもいくまい。私が何をいたしまして、掟にかなわぬ連れ合いと想定あなたを捨てでもいたしまして。いなくもご両親方に呪いの言葉を吐きかけたではないか。私自らが呪いなのだ。あなたの大切なお家柄への激しい呪い。これ以上は問答無用。神々方もご承覧ある。そなたのため、子供たちのため、こうして参った俺だが、そなたは受け付ける。一層辛い浮目を見ても夢は一切そなたにあるのだ。気をせるがよい。捨てた女との無益な時を費やすのがもったいなくて、少しも早く二度との花嫁とむつごとの続きを交わしただろう。存分に楽しむがよい。今に神々方のご同意をいただいて、そっと嬉しい縁組にしてくれようか。神を知らぬ恋のほがらが震えを燃え下がると、我も徳の焼き物とされ、恐ろしい女神様。この身にはむつまじい地域の身を恵みあって握りにはくださいますな。一つでの話ではなく、自らのこの目で出たこと、世に思い苦しみを受けたあの人のいたわしいありさま、ふるさとを知る人がさらよわねばならぬとは。引き返せ。身に受けた畑を思われば反響なあの男には、滅びこそは願わしい心の墓だよ。我が久しき友の奥方、何はさてごきげんよう。これは隣の国の大主様、この地へはまたどこからいらっしゃいました。裏ごとの神の神さびた神託の御蔵より。どういうわけで裏ごとの神のご神託を伺い、子宝に恵まれる手立てを問いに。これはまあ、そのお年までお子様もなく。さよう。これも神々方のお定めであろう。奥様はいらっしゃるのか、それともいまだにちぎりがなくていらっしゃるのか。かつてないとは申しますまい。して裏ごとのお答えは何と。遠慮すぎて人間の身には判別しかね。よろしければその神事をお聞かせ願えますまいか。川袋の突き出た先を解いてはならぬとこうであった。ならぬとはいつどこで何をなさるまで。
我が家のかまどにたどり着くまで。したがあなたのそのお目は、その顔色は、何故のそれほどまでのひどいおやつれよ。これは隣の国の大主様、それはひどい仕打ちを受けているのでございます。現在の夫にです。何と言われる。この土地の姫君と新たな縁を結んだのです。それゆえ私は所払いに追われる。あなたのご主人はそれを黙って見過ごしていられんのか。ああ、愚かというも哀れな私、今となりましては隣の国の大主様、おすがりできるのはあなた様ただお一人。俺この通りお頼もしいお膝におすがりいたします。不幸せな私、行くあてもなく追われてゆく私めを哀れとおぼしめし、あなた様のお国へ親方へ迎え入れてくださいまし。いいえ、あなた様にとりましても決してご損はないはず。あなた様の慈悲深いお心は神々方も可能なされて、即刻お望みの子宝にもお恵まれ遊ばすに相違ございません。この私めならあなた様のお望みを叶えて差し上げる。薬も手立てもしっかり承知いたしておりますもの。よいとも、あなたの願いしかと聞き届けよう。だがここのところはお分かりいただかねばならぬ。あなたが無事それがしの国に来られた暁には、あなたを館にも迎え入れお守りもしよう。ただそれがしが我と我が手でこの地からあなたを連れ出すことは、この国への気遣いからもご主人とのよしみからも、一国の領主として男としてできかねんのだ。この国を出る算段だけはご自分でしていただきたい。火の打ちどころない男よ、国主よと言われるのがそれがしの望みゆえに。おっしゃることをよくわかりました。ですが念のために必ずお受け入れくださいますと、この場でお誓いいただけましたら、こんな嬉しいことはないのですが。では誓いを立つべき神々の御名を挙げられるがよい。大空の親神様、大地の母神様、またやおよろずの神々かけて。いかにすると誓おうか、あるいはまたいかにせぬと。お国から私を追うようなことを御自らなさらぬはもちろん、敵どもが私を連れ去ろうと押し寄せても断じて引き渡したりはなさらぬと。大地の母神、大空の神、八百万の神々がけてしかと誓おう。ようこそお誓いくださいました。けれどもこのお誓いをお破りのその時には、神をなみした者の置くべき罰の重さは存じている。すべて覚悟の上からの制約立てだ。これで私も安堵いたしました。さあ、この上からはあなた様にはごきげんようお立ち遊ばします。私も心に思うことを果たしましたその後には、すぐさまあなたのお国へ参らせていただきましょう。見事に打ち負かして勝ち誇ってみせることができますわ。今こそ敵どもに思い知らせてやる手はずが整ったのです。さあ今こそ私の計り企み事を残らずお聞かせいたしますわ。お聞きください。手立てはこうです。
まず家の者を使いにやり、夫のところへやり、もう一度来てくれるように頼む。夫がしぶしぶやってきたら、言葉も塩らしく言ってやるのです。愚かな私にもあなたのお考えがやっと分かりました。姫君とのご縁組もごもっともなお考え、私が去り状を出されるのも致し方のないことと。ただし子供たちだけはこの土地にとどまり、父親のもとで暮らすことができますようにと、女意の情けに訴えるのです。いいえ、ママ母にいじめさせるためではない。計りごとでご領主の姫君の、いいえ、私から夫を奪った憎い小娘の息の根を止めてやるためなのです。夫が帰るその時に、私から姫君への贈り物を持たせて、薄絹の打ち掛けと黄金作りのかぶり物を子供たちに持たせてやろうというのです。でも贈り物はそれだけではない。その打ち掛けとかぶり物には恐ろしい毒薬がたっぷりと染み込ませてある。それを身につけようものなら、姫君はもとより、姫君にちょっとでも触れた者は誰でもたちまちに狂い死にする。私から夫を奪ったおしとやかな花嫁には、素晴らしい毒薬と結構な死を送ってやろうというのです。その後のことをお話しするのは気が重い。その後に私がしなければならないこと、思い見るだにため息が出る。だって現在この腹を痛めてなした愛しい我が子、この手で育て上げた大切な我が子を、同じこの手で殺そうというのだもの。憎い男の矢の内を血の海にして、自らの手で殺めた子殺しの前代未聞の罪を逃れて、私は常しえにこの土地を去る。いいわ、生きていたとて何の甲斐があるのか。国を守る何の術もありましない。あの鳥だ、光まぶしいあの国からやってきた。上辺ばかりが好もしいあの師匠あの男の口車に乗って、うっかりふるさとを捨てたあの時が好みの過ちの始まりなのだ。けれどもあの男の罪の報いと天もすぐそこに待って、私に産ませた子供たちの無事な姿を見ることができるのももうしばらくの間だし、だからといって二度この花嫁に新しい子供を産ませることもできぬそうだ。それというのも花嫁は私が手つからに整えて乗り込んだ毒の効き目でのたうち回って死ぬ手はずなのだから、この私をか弱い女、育児のない女だなどと誰に思わせておくものか。お胸の内をお明かしいただいたその上は、私どもの思うところを申し上げればなりますまい。あなたご自身のためにもそのような恐ろしいことは思いとどまってくださいまい。実の親が子供を殺す、人の道を踏み外すその中に、これに勝る罪とかがありようとも思えません。私のような受け目に負ったこともないあなた方がそうお思いになるのはもっともです。でもこれより他に仇に報いるどんな道がありましょうか。ではどうあっても我が子を手にかけられようとか。そうするのがあの人否人の夫を痛めつける一番の上策。あなたご自身も惨めな女とおなりでしょうに。ものですか。何と言われようとも遅すぎます。さあ馬や、これから行って旦那様をお連れしておくれ。同じ女である上に召使いとして私を思ってくれるお前の誠は疑いませんが、この胸の内にあることは一言たりとも漏らすのではありませんよ。悲しみ多いこの国とは異なり、神々方の恵みに満ち喜びあふれる隣国。人々は幸い深く澄み切った大気の中を笑み交わしつつ歩むという。川と散ったこの国とはこと変わり、神々方に
なお子たちを助けられません。己が腹を痛め我が手で育てた愛しをどうして殺められようか。愛し子が涙ながらに命乞いをするとき、どうして鉄の心を持ち続けようか。今一度思案なさって血まみれの呪いの技をお届けくださいませ。望み通りやってきた。どれほど憎まれようと聞く耳も他の俺ではない。言うがよい。改めて願いとはどんなことだ。の殿様の花婿様、先ほどからのご無礼の段々どうぞお許しくださいまし。仲睦まじかったこともあった昔に免じて、ただ一時の取り乱しとお許しをいただきたいのでございます。なんという愚かな私。愛しい夫が土地を支配の地頭式の姫君をめとり、私の子供たち、ご両親の地につながる子供たちを産んでくれようというのだ。神々方、私のために一番良いようにとお考えくださっているというのに、ただいつまでも闇雲に腹を立てているとは全くどうかしている。子供のことを考えないでも済む身分だとでも言うのか。子供があるからにはその行く末を考えてやるのが母親としての務めではないか。緩めも知らぬお中ののみで、これより先親らしいことは何一つしてやれぬ境遇などを忘れた。このようにさまざまに思いを巡らし、自らの考え違い分別足らず嫌というほど思い知らされました。これからはおっしゃる通りにいたします。子供たち、出ていらっしゃい。お家の中から出ていらっしゃい。さあ、お父様にご挨拶を申し上げるのですよ。親しい中にも親しい人へのこれまでの憎しみの心などすっかり捨ててしまうのです。さあ、お父様のお手を取らせておいただき、子供たちよ、俺の子供たちよ、お父様はな、お前たちのためにはことに心を砕き、行く末無事な道を用意しておいた。これから生まれるお前たちの兄弟ともども、やがてこの国の一党の人となって、この土地と民草とを支配するであろう。何も案じず大きくなるのだぞ。後のことはこのお父様が心配してくださろうか。
お前たちがたくましく育った暁には俺の国に遠征して俺の仇どもをその力強い足で一人残らず蹴散らしてくれ。その様をこの目で見届けたいものだ。あた、一体どうしたの？どうしてまたその白い顔を背けて溢れる涙で目を濡らしているのだ。こなたには俺の言うことが嬉しくないとでも言うのか。我と我が腹を痛めた子供たちです。大きくなれよとおっしゃってくださった時には嬉しくって、でも一方では本当に大きくなることができるのかしら。たまらずに涙が出てまいりました。さて、この土地の殿様が私を追っ払おうとなさるそのお気持ちはどう変えていただきようもございますまい。また私にいたしましても、かたくなにこの土地にとどまり、皆様方のご迷惑にならない方が良いに決まっております。私は出てまいりますとも。ですが仰せの通りにいたします。その代わりにお願いがございます。私は結構です。ですが子供たちだけはこの土地にとどまり、父親のもとで暮らすことができますように舅様にお取りなしくださいまし。やってみよう。聞き入れられるかどうかは分からぬ。あなたの花嫁様から舅様にお取りなしくださるようにお頼みくださいまし。姫君のおっしゃることならお殿様とてお聞き届けいただけましょうから。いかに姫の心優しい気性なら包んで解き伏せてくれるであろう。あの方が私どもと同じ女の一人でいらっしゃるならきっとお分かりいただけましょう。またあの方にそういうお気持ちになっていただくための考えもございます。と申しますのは、あの方に私から結婚のお祝い物を差し上げたいのです。花嫁子に差し上げるこの世で一番素晴らしい贈り物、薄絹の打ち掛けと黄金作りのかぶり物を子供たちに持たせてやろうというのです。馬や大急ぎであの品をここへ持ってきておくれ。なぜそのように大切な品を腹はずみに手放そうというの。追放のみで行く末困るは目に見えているという。どうぞ私の思う通りにさせてくださいまし。100万の言葉よりも一遍の贈り物捧げ物は恐れ多くも神々方のお心さえ動かし申すと聞いております。今運命はあの方に味方しております。お若くお美しくお家柄も立派です。子供たちには何としてもあの方のご庇護をお願いせねば。子供たちの所払いを免じていただくためでしたら、金品はおろかこの命さえ惜しいとは思いません。さあ子供たち、万事に乏しいこのうちとは異なり、豊かな上にも豊かなあの親方へ参上して、今や私はお前たちにとってもご主人様とお呼びしなければならない。お前たちのお父様の新しい奥方のお膝におすがりするのです。どうかこの土地を追い立てることなくここにおとどめおきくださいますと、このお祝いの品を差し上げるのですよ。良いこと差し上げる時には必ずあのお方のお手にお手渡しをするのです。間違いなくあのお方がご自分でお受け取りになれるようにね。さあ言っておいで。教えた通りうまくやりますことがうまく運んだという嬉しい知らせをお母様のところまで届けてちょうだい。
えたおとばしいこと。姫君は死の国へお越し入れ、お金なす死に相続に身を包んで死の神の親方へ向かわれます。お気の毒なこと。親方の主は死の定めを読み込みたも愛しい我が子と新妻のその身の上に、そしてまた何よりもいたわしいは他ならず、この家の奥様、何もかもこの地の上、血をあげた我が子を我と我が手におかけになろうとは。何がかけた冥土の不思議を裏切られた面法とはいえ、その後に残るのは恐ろしい国子からお喜びください奥様。お坊ちゃま方は所払いを許されましたぞ。姫君は上機嫌で奥様からのお祝いをお手にお受けになりました。お坊ちゃま方の行く末は一安心というものです。もはや逃れられぬ。どうしたらよかろうぞ。喜ばしい知らせにふさわしからぬおことは。本当にどうしたものであろうか。私が伝えたのは悪い知らせであったのか。お前の知らせは知らせ通り、お前を責めているのではない。では何故そのようにお目を伏せ涙をお流しなさるのです。そうせねばならぬわけがあるのです。じいや、神々方ととりわけこの私とが愚かにも図ったことの成り行きなのです。母親としてお子たちと別れるのはあなたお一人というわけではありません。あったからにはいつかは別れなければならないのが人間の身とやら。苦しみは耐え忍ぶほかはありません。誠のこもったお前の忠告、身にしみて分かりました。分かりましたか。さあ家へ入っていつもの通り子供たちの世話を頼みましたね。愛しい坊やたち、お前たちにはお国がある、お家がある。そしてこの哀れなお母様とは離れて母な仕事して育ってゆかなければならぬ。お母様の方はといえばお中道として暮らしてきたこの国からさえもさらに追われたお中道となって国境の外へ落ちてゆかなければならないのです。お前たちの幸せな姿を見ることもなく、お前たちの婚礼を祝い二度こ花で飾りつけ、床入りのその時には松明をかざしてあげることも何一つできないわ。ねえ坊やたち、お前たちを大きくしたのもみんな無駄だったのでしょう。海の苦しみに耐え身を粉にしてここまで大きくした。みんな無駄だったのかしら。この愚かなお母さん、なんと多くの望みをお前たちに託してきたこと。お妃を見とってくれるのもお前たちなら、
死出の山越えの死に装束を整えてくれるのもお前たちと決め込んでいました。でももうおしまいね。間もなくお前たちを失ってたった一人で辛い毎日を生きてゆかなければならなくなるのですから。お前たちとてその愛らしい眼差しでお母様を見ることもできなくなるのですよ。見たこともない別の暮らしの中へ入ってゆかなければならなくなるのです。でもどうしてそんなにお母様を見つめるの？どうしてそんなにも愛らしい微笑みをお母様に向けるの？これでおしまいだという今になってどうしたらいいのだろう。ねえ皆さん、子供たちのキラキラと輝く眼差しに見つめられる。先ほどまでの固い決意も思わず鈍ってしまいそうで、私にはできない。とてもできないよ。誰の子供でもない我が子だもの、乳房を与えたこの胸にしっかりと抱いて共にこの土地を立ち去ろう。その父親を憎むあまりに子供たちを生贄にし、よしその父親を苦しめることができたにせよ、この身はその後幾層倍もの苦しみに耐えなければならない。私にはできない、とてもできない。でも待てよ、もし情にならされたらどうなる。せっかく綿密にことを運んでもたった一つの手抜かりがあればそれで全ては水の泡。やり始めたからにはやり通さなければ。いざという時になってなんという育児のない私、我にもなくめめしい心になったりして。さあお前たち、お家の中へお入り。私の血生臭い生贄の祭りが始まる。この血祭りに顔を背ける人はこれから先私の友達とは思いますまい。そんなお方はどなたでもとっとと出て行っていただきましょう。支配人、子供たちと私とたった3人のその時でもこの寮の手はひるむことなどありはしない。でも我が心よ、それだけはしてはならないこと、許しておあげ、助けておあげ。愛しい我が子ではない、自らの子を腹をあやめた愛し子ではないか。弱気になってはダメ。地に植えた死の国の怨霊たちの呪いにかけてもみすみす愛しい我が子を敵の物笑いの種にと手渡されようか。愛し子をあぶり物にさせるくらいならいっそこの母の手にかけた方があの子たちの幸せ。もはやことは始まっている。今さら逃れることも避けることもできはしない。花嫁は冠をいただき打ち掛けを身にまとってもだえ苦しんでいるに違いないのだもの。ああ、私のたどる道のなんと険しいこと。でもあの子供たちの行く先にはさらに険しい道が控えて、せめて最後の言葉がやかけてやりたい。ねえ坊やたち、さあお前たちの両の手をね、しっかりと握っていてあげようから。
柔らかな手なこと、愛しい口なの、血筋正しい立派な様子に整った目鼻立ち、幸せにとびっきり幸せにおなり、ここではなれなくても別のところでね、ここでの幸せはお母様の分も一緒にお父様がめちゃめちゃにしておしまいだもの。なんという柔らかな肌の息のかぐわしさ、もう息、お母様にはとても見てはいられない。辛い思いに胸ひしがれて、分かっていますとも、今私がどんなに恐ろしいことをやってのけようとしているか、けれども分かっていてもどうにもならない。憤ろしさの方が強いのです。これが災いのもとと存分に知ってはいても、誰より幸せか。幸運だことのない人は子持ちより幸せ。こう持てばその子のために苦労の絶え間がないからです。人間の定めの中で誰が誰より不幸せ。良い子を持つ親は悪い子を持つ親より不幸せ。その子が良い子であればあるほど早死に死はせぬかと心配なのです。けれどももっと不幸せなは、せっかく大きくまっすぐに育ったその子が死神に取られること。婚礼も間近というめでたい時に、けれども一番不幸せなは、我と我が手で我が子を手にかけねばならぬ親。その親の悔い苦しみは今はの時までやむことがない。ねえ皆様、随分と待ち遠しいこと。あちらではことはどういうふうに運んでいるのかしら。もう随分と時が経つというのに。おや、そういううちにも向こうから主人の家来の者がやってまいりますわ。何やら激しく息を弾ませて、あの様子では新しい災いが、いいえ、喜ばしいお祝い事が起きたのですわ。なんという恐ろしい方。奥様、あなた様は道に外れておぞましいことをしてかされましたが、さあこの上は少しも早く海なりと熊なりとお逃げなされませ。一刻の猶予もなりません。そのように慌てふためいて、一体何が起きたというのです。たって今しがた姫君様がお亡くなりです。御ち君の殿様とご一緒に。
た恐ろしい毒がお身の内を巡ってのこと。この上もなく嬉しい知らせだこと。そのような嬉しい知らせを言うてよこしたお前のことは教皇恩人とも味方とも思わせてもらいますよ。何とおっしゃいました奥様。気でも狂ってしまわれたのですか。この土地のご領主の川戸をご領主その方と姫君の血で汚しておいて、その知らせにつゆを赴くこともなくかえって晴れ晴れしくお喜びとは。こちらとて言い分はある。だが今はその前に一部始終を聞かせておくれ。親子ともどもに死んだというその死に様がむごければむごいほど私の喜びも大きかろうというものです。では申し上げましょう。私どもの新しい奥様はたちまちお目をお手で覆われて白いお顔をお背けになり、あなた様のお身の切れを目にしたことを見るからにおいといのご様子でした。ご主人様はそのありさまをご覧になって新妻のご機嫌をおなめなさろうとおっしゃったものです。愛しい奥よ、親しみを持って近づく者には憎しみを持たないでおくれ。お前の夫が親しみを持つ者にはお前も親しみを持ってほしいのだ。ご覧、この子たちがお前にと差し出すお祝いの贈り物を、こんな素晴らしい打ち掛けと被り物がどこの世界にあろうか。さあ、その贈り物が気に入ったならこの子たちだけは所払いを免じてくださるようお父君のご領主殿にお願いしてはくれまいかと。私どもの新しい花嫁はご主人様とお子たちよりも贈り物の素晴らしさに気を取られ、目もあやな打ち掛けを取って身にまとい、小金なす被り物を牛の上にいただいて、曇りを知らぬ鏡の前にお立ちになり、鏡の中の魂のないに姿に微笑みかけておいででした。ところがそのすぐ後に見るも恐ろしい出来事が起きたのです。花嫁のお顔の色が美しい白から忌まわしい青にとにわかに変わり、身を震わせてよろめきながら元のところへお戻りになるや、どっとばかりに椅子の中にお倒れになったのです。口から泡を吹き、目はたらげたようにむき出したまま、肌にはまるで血の気がない。それと申しますのも、二重の武士が帯を攻めていたのです。まずその巡りを締め付けています小金作りの被り物は、あらゆるものを焼き尽くさずようかぬ凄まじい炎の流れをメラメラと吹き、ついで薄切りの打ち掛けは山根の獅子村にむごたらしく食い入り食い込んでいくのです。姫君はおぐしから火だるまになりながら椅子から立ち上がってお逃げになる。前後左右と頭を振り、おぐしをゆすって被り物を振り落とそうとなさる。けれどもこの辺の被り物は頭に食らいついて一家が離れず、炎はおぐしをおゆすりになるために一層激しく燃え盛るのです。今はどうする術もなく床に倒れてのたうち回る。その時にはもうあのお美しかったお顔やお姿はどこへやら、お目やお鼻はどうなったのか。焼け焦げて焼け山のような裸になった頭からはどす黒い血が盛んな炎と入り混じって滴り落ちますし、獅子村は目に見えず食い入る毒のせいで松屋に見たように草にとろろい、骨から離れて流れ落ちる。その骨とてとろけて耐え難く生臭い匂いを立てているありさまを、そこのところへ生きてきってお父君の殿様がいらっしゃる。殿様はお娘子の生まれもつかのお姿をご覧になるより、身も世もあらず獣のように吠え叫んでひしと書き開き、腐り崩れた獅子村のそここことところ構わず口づけをなさいました。けれどもその時には姫に身を包んだ打ち掛けが殿様へもいくつもの手を伸ばし、桂の幹に絡みつくつたかずらさながらおいの獅子村を掴んで離そうともいたしません。殿様が無理にお引っ張りになりますと、お娘子はさらに強く引っ張り戻し、ためにおいの獅子村が骨から引き剥がされてしまいます。炎も移って殿様の尊いご衣装を焼き、血と肉と腹渡の焼ける匂いは辺りにみなぎり、周りのものを叩きのめしてしまうほど。こうして殿様は生も根も尽き果て、お娘ごと重なって生き絶えてしまわれました。この後あなた様がどう遊ばすべきか、私ごときが申し上げるまでもありますまい。お
思い出す座に身の毛もよらすことの顛末を薄笑いさえお浮かべになって聞き通されたお気の強さをお持ちなのですか。ただ私として申し上げたいのは、未来永劫幸せな人などありはしない。運が向けばその人は向かない人より幸せには違いないが、その幸せとていつまで続く保証があるわけでもないのですか。次第を余さず聞いて決心がつきました。ねえ皆様、ここは一刻も早くこの手にあの子たちをかけてこの土地を立ち去らねばなりません。ここでぐずぐずしていたら仇どもに捕らえられ、ご領主殺しの血の続きよとどのような浮き目に遭おうやもしれません。定めは尽きたも同然。そうであればこの母この手にかけてあの世へ送る。その方があの子たちにとっても幾層倍も幸せなのです。何を今さらためらう。逃れることも避けることもできはしない。哀れなこの手よ、気持ちよく剣を取るのだ。しっかりと剣を取ってこの苦々しい火の夜明けをあの門口へと突き進むのだ。めめしい心に我が子の愛しさを思うてはならぬ。裏切り者の夫への憎しみだけをたぎらせるのだ。この短い一日だけのことだ。我が子の愛しさは忘れよう。その後で泣いてわめていたんでやればよいではないか。憎くて手にかけるわけではない。手にかけたとて我が子の愛しさに変わりがあろうか。手にかけねばならぬそのゆえにこそ一層不憫なお前たちなのです。なんという不幸せな私。惨めな母親がどこの世界にあったろうか。
明らかな日輪の大神様、どの神々もご将来あれ。あの恐ろしい母親がその手を小殺しの血で怪我しませぬよう。してもらった死の国の地に植えた怨霊どもが我らが家に近づくことはありませんよ。大空の親神様、また光山で月闇の親神様、どの神々を告げ知らせませ。本来のお出汁を血抜くその罪は必ずや罰を受けるの。塩の戸川、塩の手洗わねばならないと。この矢に近く群れて立つ婦人たちよ、教えてくれ。聞いたこともない恐ろしいことをやってのけたあの鬼のような女はまだこの矢のうちにか。それともはや姿をくらましたか。それにしても気にかかるのは子供たちのこと。俺がここまでやってきたのは子供たちの命を救おうがため、母親の神をも恐れぬ罪業への仕返しにと子供たちがむごい目に遭わぬとは言えぬからだ。ご主人様、なんとあなたはお気の毒な方。お家の中でどんな不祥事が起きているかもご存知なく、まだそのようなたわいのないことをおっしゃっておいでとは。不祥事とこの俺の命まで狙おうという罠がこの矢のうちに仕掛けたのだでは言うのか。実はお子たちは、あなたのお子たちはすでにお亡くなりです。他ならぬ母子のお手にかかって。子供たちが死んだ。母親が斧が手にかけて、もはや破滅だ。お子たちよ、もうこの世にはいまさぬとお申し示しませ。一体どこでやったのだ。この矢のうちでか、それとも外で。ご門をお開きあそばせば、おなき柄がお目に入りましょう。
誰か勘抜きを外せ。俺がこの屋の主だ。大急ぎで門を開くのだ。何故にそのようにけたたましく門を叩き勘抜きを外そうとなさる。門の内には殺された子供も殺した母親も言わせぬも己憎き女め。母親の身でありながら我が子を殺し、しかもこれほどまでの所業をしておきながら、かえって一段高いところから永遠天地を見渡している。滅びてしまえ。かかる修行をした女はこの国にはかつてなかった。いいや、女ではない、別の獅子、おぞましい地に植えた怪物だ。もはやこの俺には新妻との楽しい節どもを抱きしめる愛し子たちのぬくもりもない。己が辛すぎる定めをただ一人悲しむほかはないのだ。いある私の家妻の座をないがしろにして散々世間の物笑いにしておきながら、ご自分を一人が面白おかしくお暮らしになろうとは本当うますぎる話であった。あなたがご終身のお美しい姫君も、またそのテテ親のご領主殿も、私から夫を奪ったその上に無事息災でいられるものか。あなたのお心は立ち直りもかなわぬほどに粉々に砕いて差し上げたのだから。子供を亡くして苦しいのはお前の心も同じだ。喜んで苦しもうともあなたにさえ笑われなければね。ああ、子供たち、なんとひどい母親を持ったのだ。父親の裏切りがお前たちを殺したのだわ。子供たちの亡骸を俺にくれ。葬らせてくれ。投げとんかけてくれ。でもないことをあなたになんぞ渡して葬っていただいても、敵どもの物笑いになるのがオチ。山高い母神の社のうち、私自らが葬ってあげようほどにしてまた子殺しの地としたたったこの土地には厳かな祭りの儀を末永く伝えることにしよう。愛しい愛しい俺の子供たち。あなたのではない、私の子供たち。お前の子なら何故殺した。心底あなたを苦しめるため。せめてその愛らしい口に口づけがしたい。今頃になって愛らしいなどとはよく言えたもの、捨てておいた子供たちに向かって頼む、一時でいい。その柔らかい子供の肌を撫でさせてくれ。くどい、どうお頼みあろうと無駄な骨折り。何もかもがもう遅すぎる。大空の親神様、他の神々方もお聞きください。このように退けられ、あのおぞましい心しのメスの獅子からなんという口惜しい目に遭いますことか。いや、
好みは構わん。けれども子供たちの運の薄さは致してやりたい。この胸元を引き裂き頭から灰をかぶって投げてやりたい。だがもしおらぬあれあの小殺しの女めは子供たちの亡骸を父親として葬ることもその肌に触れることさえ許してはくれません。愛おしい子供たち、あんな恐ろしい母親の手にかかって果てるくらいならいっそ初めからこの世に生まれてこぬ方がよかったのが。
ce qui me frappe le plus, c'est ce rapport qu'il y a à la tragédie grecque avec la culture japonaise. Et comme vous avez senti, et l'universalité de ce caractère de Médée. J'espère que ce peuple ici, la Grèce, vous a fait un triomphe ce soir. We are so happy, I must say in English, that you are here. We have learned from you many things tonight.都の町へ行けば遠い古代の海から幾億幾万幾千の白い小舟が見える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 宮古島へ行けば青い海の底に幾億幾万幾千の光る金銀が見える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 津軽の里へ帰れば暗い空の裂け目から幾億幾万幾千の白い象の群れが見える見える